アナポリス。やっていく動画だよ。前編は概要欄からどうぞ。水道管を抜けた先には、黙々と煙が蔓延する部屋があった。ここは、どこだろう。石炭をくべているように見えるのだ。ってことは何かの動力室とかなのかな。とりあえず、配管の中をこのまま進んでいくね。なんかうっすら音楽が聞こえてくるのだ。確かに、聞こえるね。なんだろう、洗濯室？ Oh, look. It's the avant-gardists. I've got to get one of those costumes. Yeah, this one's perfect. 目の前にいる人たちがアバンギャルド地区の住人なんだ。この中だとサイズ的に、右端の人の服を借りたいってことだけど、どうしたらいいと思う？こっちまで引っ張るとか？届かないよ。後方の木についたスイッチを上下すると、この人たちの乗っている柱も上下するんだ。動きも一緒に変わってるのだ。なんかこれ、面白いな。全員同じ動きにしたら、何か起こったりするかな。回転してるのだ。おう、水位が上がってきたぞ。また違うダンスで揃えてみる？やってみるのだ。後真ん中の人だけなのだ。マッスルマッスル。揃ったのだ。今度は何も起こらないか。そしたら適当に変えていってみるね。何か変化が起こると思う。真ん中の人の動きが激しくなってるのだ。どうしたどうした？水の中にダイブしたのだ。しかも洋服脱いだのだ。なるほど。で、空いたところに人が補充されたんだけど。滑腹のいいおじちゃんなのだ。つまり、とにかく右端の人が、さっきみたいに水に入ってくれたらいいわけね。まずは準備体操をしっかりしてもらって。1、2、3、4。みんなでくるくるタイムと参ります。落っこちないで器用なのだ。水かさが増えていくのだ。こっからが本番だよ。どんな動きが正解なのかな。正解見つけるまで、しばしお待ちください。左端の人がテンション上げてきた。動きバラバラでも正解なんだね。どういう法則があるんだろう。わからないな。また新しい人が来たのだ。第3ラウンド、開始ときた。そしたらとりあえず最初はこれでしょ。くるくるタイムなのだ。ここまでは予想通りなんだよな。どうにか右端の人のテンションをだね。鋭意な感じなのだ。森はいいんだけど、これじゃない。右端の人がテンション上がる動き、どんなか。この息を吹く動き、今回からだな。すごい肺活量なのだ。おじちゃんもやってるのだ。そいじゃ、こっちの人も同じようにして。みんなして息を吹いてみた。どうなる？どうにもならないのだ。また全員違うパターンってこと？真ん中、力強くなってきたのだ。あれれ、右端じゃないのって思ったら、何度か目的の服をゲット。水の中の帽子、届くんかな？届かなかったね。あ、ここに来て再びの警報。
アバンギャルドの人たちは一斉に逃げ出した。フェリックスは間に合わなかったのだ。渦に巻き込まれ排水されていく。フェリックスは意識を失っている間にまた不思議な夢を見た。もしかしたら遠い昔、ラケルと池のほとりに並んで月を眺めていたかもしれない。けれど彼女の姿は消え去ってしまう。走って追いかけるフェリックスだったけど、ようやく追いついたラケルの後ろ姿には伸ばした腕は届かなかった。どういうことなんだろう。きっと後になればわかるんだろうけれど。何か声がする。おじいちゃん3人組だ。ゴミ箱姿のままでこんにちは。焦るおじいちゃん集団によると、アバンギャルド地区に入るために通行バスが必要らしいよ。発行手続きしてくるのだ。そうだね。急がなきゃ。って、あの人たちゴミ箱姿のまま移動しちゃうの。それにしても、アバンギャルドの服、なかなかに合ってる。かわいいのだ。これならきっとバレないよね。さっさと手続き済ませちゃおう。おじいちゃんたちの話によるとね、通行パスは今入ってきたこの支局で発行できるらしいんだけどさ。できるんだけど。どうやって行ったらいいの？それは僕にもわからないのだ。だよね。なんだろここは。エレベーターホール？もしかしてセキュリティカメラ越し？斬新なのだ。初めて見たよこういうの。でここのボタンを使って誘導してあげればいいのかな。それっぽいのだ。フェリックス小さくて見えないけど、あの白い服の子が目的地につければいいんかな。色選びが重要なのだ。ひとまずこのフロアは OK。これで発行場所まで行けたかな。まだだったのだ。それならどんどん進んでもらおう。よし、これで到着したでしょ。まだあるんだ。さあ、これでどうかな。着いたわ。遠かったのだ。思ったよりも手こずった。さて、気を取り直して、通行パスをもらっとこ。よろしくお願いしますなのだ。4人の係員が見えるね。何か順番がありそうだねこりゃ。いる位置を回転して変えられるのね。まずは、赤い人を左下に持ってくると、写真機が起動できるみたい。撮影するのだ。撮った写真は回収されて、ファイルに挟まれてからの、寝てる隣に渡したらどうなるか。あ、写真食べちゃったのだ。強烈な目覚まし。でも、起きてくれたから結果オーライ。もう一回写真を撮ってっと。さあさあ、これでお願いします。めっちゃ見てるのだ。バレてなきゃいいね。そして次にスタンプをしてもらうんだけど、ちょっと上に移動してもらいましてな。なんでなのだ。ネクタイがさ、挟まってるからさ、それをどうにかしてあげたいんだよ。取れたのだ。よかった。息苦しそうだったから取れて何より。そしたら次に、黄色か青の部屋の人にファイルを回してもらおう。黄色の人、ずっと舌を出したままだけど、どうしたんだろう。舌の上に何かついてるしね。とりあえずファイルを渡してみる。どんな仕事っぷりか見てみよう。ちょっと汚いね。そうだね。写真じゃない何かを貼り付ける仕事みたい。
腫れてなかったのだ。きっとそれはまずいんだろうな。んで、隣の青い人にファイルを回したけど、写真をホチキスで止めた圧力で、下にあった水道管が破損してしまった。溺れちゃうのだ。見ているだけで息が詰まりそう。せっかくネクタイ取れたのに。どうにかしないと。とりあえず回す。ポタポタ、下のボックスに漏れ始めたのだ。そのまま流れちゃってほしい。あ、よかった。ふう。これで息が吸えるよ。ベロ出しっぱなしだった黄色の人も舌が潤ったのだ。いい笑顔だ。もしかしたらこれでベロに潤いが戻ったんじゃない。気を取り直してもう一回ホチキス止めしてもらって、黄色の人にリベンジしてもらおう。今度はちゃんと腫れたのだ。ちょっと嫌だけど、無事にパスがもらえた。だいぶ嫌だけど。これが通行パスなのだ。どれどれ。アバンギャルド市民128号って番号が振られている。偽造は処罰の対象となります。そらあそうか。絶対に黙っておかないとね。これでようやくアバンギャルド地区に乗り込める。あとちょっとだ。この赤いところから入るっぽい。さっき手に入れた通行パスを機械に通してっと。どんなところかワクワクするのだ。敵の本拠地だから慎重に。そうだったそうだった。ここが本拠地なのか？なんもないね。エレベーターらしきものが見えるけど、扉は開けず。この箱を回せば良さそうなのだ。映写機で何かを映すのかな？あれ、これ以上回らないや。何か映し出されたのだ。これでいいっぽいね。って、あれれ？ Oh, this can't be happening. Where am I going to find a light bulb that big? 中の電球が割れちゃった。というわけで、スペアを探しに一旦表へ。なかなかすんなりいかないのだ。ね、でもさ、表に出てすぐの食堂でピカピカしてるのが見えたから、わかりやすいっちゃわかりやすかったよ。それもそうなのだ。食堂には指導者のポスターの他に、野菜を食べろ、肉を食え、と相変わらず命令口調の張り紙が貼ってあった。圧が強いのだ。お望み通り、ひとまず肉を食べようか。左上のピカピカしてる近くの席がいいのだ。そうしよう。飲食店に入ったら、やっぱり端っこの席が落ち着くよね。食べ終えたお皿は、掃除のおばちゃんが片付けてくれる。ほら、拡声器が間伐入れずに鳴り響く。フェリックスも食べるのが早いのだ。それは確かに、仕事中のご飯は早食いになりがち。拡声器、すごいよ。すごいけど怖いのだ。でもそのおかげで、お皿回収のキャビネットを足場にさせてもらえた。フェリックスが覗き込むと、そこにはひたすらソーセージを焼き続けるマシーンが確認できた。てっぺんに探してる電球と同じものがあるのだ。It's too far. でも手が届かない場所にある。どうやって手に入れればいいのやら。3段のタンス状の機械の中には、それぞれ違うパーツがあるらしい。それをうまく使っていけば良さそうなんだけど、どうしたもんかな。この白い瓶は何だろう。蓋がしてある。これはソーセージ作るやつ。これがソースで、栓抜き、ミトン、また栓抜き、ソース、魚、コンロ。たくさんあるのだ。たくさんありすぎて、どう使うかわからんな。注意書きがあるのだ。やめろだって。Could try that. やめろと言われるとやれと聞こえる。やってみよう。この状態のまま、ソーセージを出すと、完成。フェリックスも喜んでるのだ。でもソース出せない。あ、外れた。怪我の巧妙ってやつ？このままこっちまで回転できるかな？落ちちゃった。ダメか。けど心配ご無用。割れても係の人が新しい電球を用意してくれるみたい。てか、その電球をくれればいいのに。ごもっともなのだ。まだ見てないタンスの中に、指導者のレシピってのがあった。
プリンの作り方。プリン美味しそうなのだ。ここに載ってるってことは、どうやらあの白い瓶は牛乳っぽいな。次のページはソーセージの作り方ね。魚のレシピもあるけど、ページ挟んで読めず。残念。最初だけわかるのだ。魚と栓抜きを組み合わせるんかな。さっきの注意書き通りにやったら、なんかうまくいったこともあって、書いてあったレシピを試してみますか。やってみようやってみよう。魚と栓抜きが気になった。想像で次の工程を考えて、って魚。冷蔵庫が空になったから、プリンの方やっていくね。済んだことは忘れるタイプなのだ。牛乳を冷やして、それを器に入れるって感じかな。栓を開けないといけないのだ。ちょうど上の段に栓抜きが残ってたから、それが使えるね。これでよし。冷えるまでどのくらいかかるかな。数時間とか。もうできたのだ。瞬間冷凍付きだった。冷やし固めた牛乳を一旦取り出して、器に入れるよ。おっからはちょいと早送り。できた。Woohoo! Hooray! ここにさくらんぼ乗せたらお客さんにも出せるよ。うまく作れたのだ。わーい。じゃないんだ。そうじゃない。これはあくまでも家庭。電球を取ることを忘れてはいけない。ああ、そうだった。このプリンのぽよぽよ感。壊れやすい電球を受け止めるにはぴったりだと思わない？ほれ。この通り。ミトンを動かした時の起動上にプリンを設置して。It's too far. そうそう。ソーセージを詰めたソース注ぎ口を忘れずに。バレなかったのだ。やっぱりレシピはヒントだったし。料理提供ベルトコンベアに人だかりができてる。早いところ回収しちゃおう。フェリックス、急いでなのだ。回収完了できたね。でも料理が作れなくなっちゃったのだ。機械壊しちゃったからね。直してくれると信じて、フェリックスは先に進んでもらおう。エレベーターホールに戻ってきました。電球を取り替えて、アバンギャルド地区に進みたい。はい。これね。今度はちゃんと映った。そしてまたしてもインベーダーゲームのようなミニゲームをクリアするのだった。全部で4つあったのだ。動画には完成形しか出てないけれど、実は結構時間がかかりました。その分、正解になった時が嬉しいですな。そんなこんなでエレベーターが到着。これに乗って上の階に進めば、今度こそ、敵の本拠地、アバンギャルド地区に潜入だ。ラケルはいるかな？どうだろう。すぐに見つけられるだろうか。一台の黒塗りの車が到着したのが見える。あれはきっと高級車なのだ。労働者地区とは異なり、そこは光り輝く眩しいところだった。The avant-garde quarter, the highest part of our city. Didn't think I'd ever make it up here. It's strangely quiet. They lock themselves in. I need to find another way. さっき入っていったのが指導者とラケルかな。そう。だろうね。ここも正面突破はできそうにないので、別の入り口を探す必要がありそうだよ。どうしたら進めるんかな。巨大な指導者の像。飛来心がつくくらい高さがあるみたい。それから、雷を発生させる装置と、排気ガスから雲を作成する装置。飛来心に雷を落とせば何かが起きるんだろうなと予想。雷を帯びた雲を、飛来心まで風を使って送り込めば、うまくいけば雷が落ちるのだ。さーて、どうなるかな。
ちたのだ。飛来神の先にあった謎の入り口。雷が落ちて壊れた They ね。 locked themselves こ in. こから潜り込むのだ。 Only to find another way. アブソリュートトーンが歌われる前に、ラケルを助けなきゃ。この階段を登れば建物に入れるのかも。先を急ぐのだ。配管がたくさんあるのだ。また裏口から進むってことなのね。あ、すぐそこに指導者がいる。 Oh dear. The leader's about to complete the absolute tone. I must stop him. アブソリュートトーンを完成させようと、機械を調整してる。一刻の猶予もないのだ。そうだったよね。これが歌われたら終わりだって、おじいちゃんたち話してたもん。ラケルは Psst. Raquel. Is that you? Raquel. こんなところに閉じ込められてたのだ。まさかフェリックスの夢の通りとは。助けなきゃ。気づいてくれないから配管で音楽を奏でることにしたフェリックス。歌ってる場合じゃないのだ。普通にがっつりハモり始めちゃった。いい歌声なのだ。フェリックスに気づいてくれたのはいいけど、指導者にも気づかれたのでは？機械の音がする。ほら、手も足も出ないフェリックスの目の前で、指導者は嫌がるラケルを無理やりエレベーターに乗せてっちゃった。マジひでえ野郎なのだ。追いかけなきゃ。フェリックスゴーゴー。粘るも虚しく、振り落とされてしまったフェリックス。落ちた先は一体どこ？ここは最初に入ってきた階段なのだ。振り出しに戻っちゃった。ここから追いかけても間に合うかな。吸い込まれちゃったのだ。音楽とともにフェリックス登場。ここは？まさかの舞台の上だったのだ。どうしろっていうのだ。 Hey, the audience looks pretty bored. お客さんの反応とか気にしてる場合じゃないぞ。そして考えたのがこちら。バックの人たちと同じ衣装に早着替え。オーディエンス大喜びなのだ。盛り上がったのが嬉しかったのか。どんどん着替えて舞台に徹するフェリックス。どうやらラケルと指導者も、この舞台を鑑賞しているね。演者さんたちの気合がすごいのだ。演出も凝ってる。 Oh, the tuba players flipped them upside down. チューバの風圧で衣装をひっくり返した。次の衣装は太鼓かな。盛り上がってるのだ。舞台に上がった手前、降りることは許されないのか。プロ根性なのだ。そうなんだけど、今こんなことしてる場合じゃない気がする。一通り演奏を終えたら、オーディエンスたちがクワゲしちゃった。のっぴ乗りなのだ。 What is this? No, stop! Wait, what's the meaning of this? けど、 Stop this right これは指導者の反感を買っちゃったみたいだね。 Stop! ラケルが冷めた目で見てるのだ。代費がすごい。自分の言うこと聞かないのが、本当に許せないんだ。 Oh, it's you again. You won't beat me. そして、強制的に舞台は終了。ラケルともども、指導者はとんずらした。追いかけるのだ。いよいよここから、指導者との直接対決だよ。象の顔部分に到着したのだ。さて、ドアからは入れない。意外とフェリックスは足癖悪いのだ。刑務所でも壁蹴ってたもんね。Oh no, the leader is already starting the absolute tone. I have to break it somehow. Come on, do it. 部屋では指導者とラケルの攻防。 Sing.
Into the microphone. 録音してるのかな。 Sing. Do it. Come on. Sing, you crazy woman. いやいや、それは自分のことでしょ。ピストル、怖いのだ。脅して歌わせるとか、独裁者極まれり。残念なことに、どうやら完成してしまった。大きな拡声器から聞こえてくる指導者が作曲したアブソリュートトーン。なんとかあの機械を止めないと。音と音同士をぶつけちゃえばいいのだ。不協和音を生み出すってことね。よし、それならお安いご用よ。さあフェリックス、次もやっちゃおう。機械止まるかな。まだ止まるほどではなさそう。ほら、次の歌が流れてきたもん。いい感じに壊れてきた。あと一押しなのだ。 Bloody thing. 次の歌の時は不協和音ができなかったのでカット。指導者自身もどんどん壊れていく。機械に当たっても仕方ないのに。これで最後なのだ。拡声器で支配されたこの街もこの不協和音によって終わり。これで自由になれるはずなのだ。It's over. Let Raquel go. Look at what you've done, you foolish garbage man. We don't need your tone. Oh, but you do. I am the architect of this society. Only thanks to me will Venopolis play like a perfectly tuned orchestra. We can decide what's best for ourselves, thanks. Now let her go. You? You are nothing but a disruptive false note in my composition. And such a note must be silenced.ラケルの歌声によってフォノポリスの街は崩壊した。フェリックスの命も助かった。そこには拡声器の音はなく、ただの静寂が辺りを覆っていた。みんな何が起きたのかびっくりしてるのだ。瓦礫の一番目立つ場所にラケルとフェリックスは立っていた。 Don't need you anymore. 手を取り合い微笑む二人。二人は面識があったんだろうね。指導者も無事だったみたいだよ。二人の周りに町の人たちが集まってくる。指導者が何か言ったげにその光景を見つめてる。続々と集まるフォノポリスの町の人たち、何かを待っているのかな。きっとラケルの歌を待ってるんだ。なるほど、人気者だったって言ってたもんね。
Thanks to Rachel's song, the city came back to life. People drifted out of their waking slumber and began to remember a long-forgotten past. And then, the three elders appeared. It's good to see you again, Rachel. I believe it's time you sang the right notes. Step aside, Marinev. Your sappy songs put everyone to sleep. Silence, Bafov. Rachel will sing my song. Your music like Hey, well passion, said, emotion, and heart. Chaps, aren't you forgetting something that inspires the people? Yes, Yes, that's that's right. right. Purity, Little purity, rallies soul, troops, ferments science, rebellion, and peace, creates and honesty justice. through civic pride. せっかく解放に浸っていたってのに、おじいちゃんたちが勝手にいがみ合い始めちゃった。空気を読んでほしいのだ。ラケルもヘリックスも呆れた顔で立ち去っていった。この3人組も通常運転ってことで。そういうことなのだ。そして月日は流れ、フェリックスはどこかに行くのかな。背中に大きな荷物を背負ってるもんね。小鳥がいる。And once again, Rachel was gone. Maybe she simply didn't belong in our world. Who knows? I can still hear her sing, though. ラケルはあのまま姿を消した。フォノポリスの街には再び音楽家たちの独裁が始まった模様。もしかしてラケルを利用するつもりだったのかな。とんだディストピア世界なのだ。いかがでしたか？とんだディストピア世界だったのだ。おじいちゃんたちにはびっくりだったな。歴史は繰り返すのか。何はともあれ。それではここまでご視聴ありがとうございました。またね。